はい、どうもきみまろです。今日はソニーさんから最近発売になりましたこちらの最新 APS-C ミラーレス一眼カメラの α6600、 こちらの開封とレビューを作例を交えてお届けしたいと思います。結構 YouTuber の皆さんとかはこれの前の機種になります α6400 を使っている方が結構多くて、で実はちょっと前まで僕も α6400 を購入検討していました。そんな中この α6600 がソニーのフラッグシップモデルとして発表されました。それで、最近発売されまして、その6400とどっちを買おうか迷ったんですけども、こちらの α6600 を購入することにいたしました。なんでこちらを購入したかというと、スペックを見てみると結構この α6600 っていうのは α6400 以上にですね Vlog とかをやりたい人に向けて作ってきてる感があったので、僕も今後もね Vlog をちょっと力入れてやっていきたいなと思ってますので、ちょっとこちらのね Vlog に向けたスペックとも思われるような α6600、 こちらの方を使っていきたいと思います。では早速開封してみましょう。マニュアル類ですかね。で保証書とかストラップ、バッテリーチャージャーかなとバッテリーで、あとこれがファインダー覗くところにつけるアイカップですかね。そして本体、はい、本体出てきました。はい、こちらですね、α6600 登場でございます。さっきVlogger 向けに割と作ってるんじゃないかみたいな話をしたんですけど、6400と同じくここの背面モニターがですね、このように180度手前を向きますので、自撮りする時にもこっちにモニターを向けた状態で自撮りすることができると。こちらはね6400から引き継ぐ形で使用できるようになっております。あとはここのところをこうカチャッと開けると、ここにマイク端子とイヤホン端子もついていて、モニタリングしながら動画撮影をすることもできるそうです。マイク端子のところに外付けマイクをつけて音質よく撮るってこともすると思うので、このねマイク端子がちゃんとついてることっていうのも重要だったりします。ここも α6400 から変わってない部分です。今回 α6400 と悩んでこちらを選んだ決め手になった点っていうのは3つあります。一つはボディ内手ブレ補正ですね。この α6400 にはなかった手ブレ補正機能っていうのがこの α6600 にはついてます。5軸の手ブレ補正がついているので、レンズに手ブレ補正がついていなくてもある程度の手ブレ補正が効くというので、これが6400から大きく進化したところじゃないかなと思います。この α6600 を選んだ結構大きな決め手だったりはします。これが一つ目。もう一つは動画でも瞳オートフォーカスが効くってことですね。ソニーさんの瞳オートフォーカスってすごい精度が高いんですけども、今までって写真の撮影の時だけに使えるものっていうのが結構多くて、α6400 ですと動画で瞳オートフォーカスっていうのを残念ながら使うことができなかったんですね。こちらの α6600 はその瞳オートフォーカスも動画で使用することもできるので、それも一つ決め手になりました。あと動物瞳オートフォーカスっていうのもついてるらしいんですけど、それに限って言うと静止画専用らしいです。動画では動物の瞳オートフォーカスっていうのは効かないそうです。そういった人の瞳を捉える瞳オートフォーカス、こちらが気に入りましたので、そういった点も α6600 を選んだポイントだったりします。そして3つ目、バッテリー容量が圧倒的に増えたこと、これですね。α6400 に比べて約2倍ぐらいのバッテリー容量になりました。その α6400 って結構バッテリーの持ちが良くないっていうのは結構いろんな方がね言っていて、それで僕もちょっとその点がすごいずっと引っかかっていて、どうしようかなと思ってたんですけど、こちらの α6600 はですね α7-3 とかそういったのに使われている大容量の NPFZ100 というバッテリーを使っています。なので、6400の約倍ぐらい電池が持つということらしいです。で交渉だと 2.2 倍って書いてあったかな。そのバッテリー容量が増えたこと、これが3つ目です。で実はそのバッテリー容量が増えたことで一つ変わった点がありまして、この部分ですね。この部分が α6400 よりも結構大きくなりました。今ねバッテリー入れてないですけど、当然今までより大きいバッテリーを入れることになるので、このバッテリーを入れるケースの部分っていうのも当然大きくなるんですけども、そのためここが大きくなりました。で大きくなったことは悪いことのようにも聞こえるんですけども、むしろこれがいいことだったりしていて、なぜかというとここをグリップした時のこのグリップの深さ、ここが深くなったので、こういう風に片手で持った時にものすごい持ちやすくなってます。α6400 僕も店頭でもちろん持つことはしたんですけど、確かにここのグリップが浅くてですね、手が
滑る感じというか、持ってるのがちょっと心もとない感じはあったんですね。これだけ深いと非常に持ちやすいっていうのは正直な感想です。であと縦幅は、多分ね6400と変わってないんですけど、こういう風にね小指が余るってこともそんなないので、片手でホールドしてもグリップがしっかりしてるという印象です。で、バッテリー容量増えたので重さは当然ちょっと重くなっていて、本体とバッテリー込みで 503g とのことです。はい、というわけで α6400 ではなく α6600 が選んだ3つの理由としては、1つはボディ内手ブレ補正がついていること、もう1つは動画でも瞳オートフォーカスが効くこと、そして3つ目は大容量のバッテリー。この3つが僕が、α6400 ではなく α6600 を選んだ大きな理由になっております。ではね、スペックの紹介はこの辺にして、早速外に出て撮影してみようと思います。はい、そしてレンズはこちらを購入いたしました。シグマの 16mmF1.4 ですね。こちらも結構 Vlog やってる方には人気の広角で明るいレンズです。F1.4 なのでボケが結構強く出るようなレンズになっております。今日はこちらで撮影してみたいと思います。あと今日はね結構明るい屋外で撮影しようと思ってるので ND フィルターもつけようと思ってます。 ND フィルターも新しいのを買いました。こちらが K&F コンセプトさんの可変式の ND フィルターになってます。ここを回すことで ND フィルターの値を変えると。ストラップもこの付属のものよりもう少ししっかりしたものを使いたくて、その時にいつも使ってるのがこちらのピークデザインさんのストラップなんですね。ちょっとね太めのストラップ、こちらにね付け替えたいと思います。ここのねストラップをつけるところ、ここにねこれをつけるためのこちらのアンカー、これをねつけたいと思います。こんな感じで、こちら側もこんな感じ。このねピークデザインのこのアンカーとこのストラップ、すごいこれがね使いやすくて、この部分を滑り込ませればいいんですね。わかるかな。こうやってこれでしっかりねロックされます。ここの部分にこれで OK。 あとは忘れずにバッテリーを入れまして、はい、メモリーカードも忘れずに入れます。いつもこちらのねサンディスクさんのエクストリームプロ、こちらを使ってます。64GB ですね。よし。はい、そういうわけでこちらの α6600 とこちらのシグマの 16mmF1.4、 こちらのレンズを備えた形で早速撮影に行ってきたいと思います。
はい、そういうわけで動画で写真いろいろ撮影してきました。ご覧いただいたのは全てこちらの α6600 と、あとこちらのシグマの 16mmF1.4 の単焦点レンズ、こちらを使って撮影してきました。まず結論から言いますと、こちらの α6600、これめちゃめちゃ気に入りました。僕としてはもうメインカメラ決定です。これは本当買ってよかったって気持ちでいっぱいです。どんなとこが良かったかっていうのを改めてお伝えしたいんですが、さすがにね100点とまではやっぱいかなくて、いいところもあればちょっとね惜しいなってところも若干あったりはしたので、そういったところをまとめてみたいなと思います。まずね最初惜しいと思ったところからこっちからいきましょう。惜しいと思ったところは、手ブレ補正が入ってるとはいえ歩いたり走ったりするとかなりブレます。手ブレ補正機能ついてますとは言ってもですね、静止画を撮ったりとか、あとはこう脇を締めてちゃんとカメラを固定して腕と腰の回転とか、あとはね上下とか、こういう風な撮影っていうのは手ブレはねほとんど感じられないんですけども、持って歩いたりってなるとこうやっぱり上下動っていうのが発生しますので結構ブレます。この映像とかを見ても分かると思うんですけど、こんな感じでねもう手ブレ入ってるのと思うぐらいにブレたりはします。なので、歩いたり走ったりとかしながらこう街歩きをね、撮ったりとか、そういうのを求めてる方っていうのはこちらのね6600は手ブレ補正入ってるとはいえどもあんまりおすすめしません。そういった撮影をするんだったら GoPro とか、あとは Osmo Pocket とか、ああいったアクションカメラみたいなものっていうのを使った方がよりブレはないんじゃないかなと思います。あともう一つ気になったところというとこれですね。ここ撮影中ねやっぱこれがカチャ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 言うんですよ。6400とか前の機種から多分ずっとこれなんですけど、ここがカチャ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 言うんですよね。本体にもともとついてるものなんですけど、ストラップをつけるところなんですけど、動画を撮影中にねこのカチャカチャって結構ね致命的なんですよね。今回持ってった時はこういう風にピークデザインさんのアンカーをつけていたんですけど、ここがね下に当たるってことはそんなないんですけど、こっちのカチャカチャの方が先当たっちゃうんですよね。なのでちょっとこれをどうにかしたいなと思ってどうしたかというと、これモビロンバンドでここのところをくくりました。ここの付け根のところをククッとくくって、反対側はそうなってるんですけど、こんな感じでくくりました。これやることでここはねもう動かなくなったんで、ここが直接カチャカチャいうことはなくなりました。このアンカーが当たることもないので、モビロンバンドでくくってここをね立ち上がらせてしまうことによってカチャカチャ防止をしました。あと気になったのは、動画モードから写真モードに切り替えた時にピクチャープロファイルを変更し忘れがちになってるってことですね。これどういうことかっていうと、ピクチャープロファイルっていう映像の色特性を指定する機能があるんですけども、これがピクチャープロファイル0からピクチャープロファイル10まで、あるんですね。写真を撮るときはピクチャープロファイルはオフにして撮りたくて、動画を撮るときはピクチャープロファイル10っていうのを選択して僕は撮りたいんです。で動画と写真の切り替えっていうのはここのダイヤルで、例えばこのフィルムのマークのところに設定すれば動画が撮れて、あとはA とか S とか、こういったところに設定していると、A だったら絞り優先モードってやつですけども、これで写真が撮れるんですね。ダイヤルで簡単に動画撮影と写真撮影は切り替えられるんですけども、ピクチャープロファイルはこの時切り替わらないんですよね。ピクチャープロファイル10でこう動画を撮っていて、このシーンいいな、写真に収めたいなと思って写真に切り替えた時にピクチャープロファイル10が引き継がれてしまうんですね。なのでここでメニューをいじってですね、ピクチャープロファイルを0に戻してそれで写真を撮るみたいになるので、当然そんなねボタボタしていたらシャッターチャンスを逃すこともありますし、単純に地味に面倒くさかったりするので、なので僕はここのダイヤルの1、2っていうところに撮影設定をそのまま登録することができるので、ここに写真用の基本的な設定っていうのはカスタムメニューのところに入れてしまって、ピクチャープロファイル10の設定をした動画とピクチャープロファイルをオフにして、その他もろもろ写真用の基本的な設定をしたメニューっていうのをここの2にも設定してしまっています。なので動画、写真、これを切り替えればできるというようにしました。初期設定ではこういう風になってないので、なのでねちょっと不便を感じました。もう一個気になったところ、例えば今これスマートフォン転送機能っていうメニューを開いてますけど、ここのボタンめっちゃ押せそうな感じのグラフィックになってるんだけど、これ押せないんですよね。スマホを普段からね使ってるとついここをね押したくなるんですけど、まさかのここタッチパネルになってないんですよね。普通にここの決定ボタンを押せば当然決定はできるんで大丈夫なんですけども、なんか押せそうで押せないのってちょっとモヤモヤするなと思いました。メニューは押せませんが、当然ねこのタッチフォーカスみたいなのっていうのは効きますのでご安心ください。あと惜しいなと思ったところ、最後の一つ、高い、本体が高い、これですね。僕が買った時は税込みで17万5740円で買いました。量販店で買ったのでポイントを差し引いて15万8166円でした。これね
結構なお値段しますよね。もうちょっと出したらだってフルサイズ買えちゃいますからね。で APS-C カメラにしては結構高価なんじゃないかなと思いました。α6400 だったら10万円ぐらいで買えるのかな。なので割とね差があったりするのでちょっとどうしようかなと思っていたんですけど、ただですね多少高価でもそれ相応にですね満足のいくカメラだったっていうのは正直な意見です。ですのでこっからはですね α6600 の良かったところ、これを紹介したいなと思います。はい、まず良かったなと思うところの1つ目、静止をした状態での手ブレ補正はめっちゃ効きます。歩いたりしないでその場でカメラを手持ちして静かにこういう風にね動かすとか、上下に動かすとか、あとは前に前後に動かすとか、こういった動きをするときはほとんどブレません。こちらの動画も全部同じように手持ちで腕とか腰の回転だけで撮っているのでご覧のようにね全然ブレません。で今撮影しているこのカメラは XT20 なんですけど、こちらは手ブレ補正が入っていないので、こちらで同じようにこういった撮影とかしていたらもう結構ガタ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 ってね思った以上に映像にはブレが生じていました。で α6600 で撮ったやつってのを見比べるともうね手ブレ補正の効き方っていうのはもう一目瞭然でした。もともと僕もこれを買う時っていうのは GoPro みたいな使い方とかっていうのはそんなに期待していなくて、動きのある物撮りをしたりとかいわゆる B ロールみたいなちょっとシネマティックな映像とかそういうのを撮ろうと思っていたりしたので、そういった意味では狙い通り想定通りの手ブレ補正機能でした。で続いて同じような話なんですけど、こういう風に自撮りをしながら歩いた時のブレっていうのはあんまり気にならないってことですね。この動画見ていただければわかると思うんですけど、歩いたとしても焦点が自分に合っているからか周りが当然ボケるので前にカメラを向けて撮ってる時よりブレっていうのはあんまり感じないんですよね。自撮り歩きみたいにいわゆるこういうね Vlog 的な映画あると思うんですけど、そういった時はあんまり手ブレが気にならない印象でしたね。続いて気に入ったところ、グリップ感がかなりいいです。最初に説明した通りここの握りがとても深いので手持ちしていてもこうブレないですし、落とすような心配ももちろんないですし、難しい角度とかを取ろうとした時っていうのもすごいしっかりがっちり固定されてるって感じがしましたね。なのでアンカーをつけてピークデザインのストラップを首から下げていく予定だったんですけど、結局一回のストラップつけないでずっとこれで撮ってました。もうそれぐらいにグリップはしっかりしてる、いい感じに手に馴染むようになってます。次に良かったなと思うのは瞳オートフォーカスがとても早いということですね。写真だったら動物の瞳にもオートフォーカスが効きます。僕はこういう風に顔写していないのでちょっと分かりにくいんですけども、ご覧の通りね動物の瞳オートフォーカスもとても早いです。動物の写真を撮りたい方にはこの動物瞳オートフォーカスっていうのは強い味方なんじゃないかなと思います。ちなみにこの動物瞳オートフォーカスは写真では使えますが動画では使えないことになっていますが、なぜかうちのこたつは動画でも瞳オートフォーカスが効きました。人として認識されてるんですかね。結構ね顔が人っぽいからかもしれないんですけど、そんなことあんのかな、謎ですね。続いて α6600 の良かったなと思うところはカスタムボタンが豊富なことです。先ほどのこの撮影メニューを設定できるっていうのもそうなんですけど、今ねこれ設定画面を開いてますが、ここのカスタム123と、あとはこのファンクションメニューの中身とか結構細かく設定することができます。なのでいちいちこのメニュー画面を開いて1個ずつ設定をしなくても、このカスタムメニュー設定をしてしまえば本体のボタンだけで理想的な撮影設定をすぐに呼び出すことができます。で続いてはバッテリー長持ち、これですね。3時間ぐらい使っていたんですけど、実質ちょっと何分ぐらい取ったかちょっと覚えてないんですけども、残り 60% 以上残っていて1日使っていてもバッテリーが切れる心配はなさそうな感じがしました。結構ね撮影中にバッテリーが切れてバッテリーの交換って地味に面倒くさかったりはするので、1日バッテリー切れずに使えるっていうのは非常に使いやすいんじゃないかなと思いました。バッテリー関連でもう一個いいなと思ったのはバッテリーケースがここにあることですね。ここにはこのバッテリーと、あとはメモリーカードもここに入ってるんですけど、これ何がいいかって、今ここにクイックシューをつけてるんですけど、クイックシューはこういった三脚のここのね上のところにこのアルカスイス互換って言いますけど、ここにカメラをこういう風にカチャッと取り付けて、でこれひねればもう三脚に固定できるっていうものがあるんですけども、普通だとこれがついていないので三脚にこうグリ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 ってネジをね止めなきゃいけないんですけど、これがあることでこういう風に三脚からの着脱がすごい楽になるんで、僕は今ね撮ってる XT20 とか全部三脚の上にはこれをつけてるんですけども、で三脚から外してこういう風に撮影する時もあるので、そういう意味でここにねずっ
ずっとクイックシューはつけっぱなしになってるんですね。 XT20 とかだとこのクイックシューがここのバッテリーケースのところにかぶってしまっていて、これを一回外さないとバッテリーケースを開けられないっていう、このクイックシューの良さっていうのが全然活かせないような作りになってしまってました。それがクイックシューを外さなくてもメモリーとかバッテリーの取り出しができるっていうのが割とねこれ嬉しいなと思いました。屋外で撮影する時も三脚をつけたり外したりって結構頻繁にあるので、そういった時にもねこのクイックシューっていうのはつけっぱなしにしときたいんですが、でそんな中でも電池切れたりとかメモリーカードがいっぱいになったりってことは当然あると思うので、ここにね取り出し口があるっていうのは非常に助かるなと思いました。はい、ちょっと細かい話もしましたが、そんなところかな。こんな感じで個人的にはですね圧倒的にいいなと思うところの方が多かったです。もうすでにこの α6600 かなり満足してます。個人的にはこの α6600 っていうのは Vlog とか、動画撮影用カメラとしても、あとはもちろん写真を撮るにしてもですね非常に満足のいくカメラでした。あとはちゃんと紹介しませんでしたけど、こちらのシグマのレンズ、これもめちゃめちゃ優秀ですね。すごいいいですね。これコスパいいし、4万円台で買えて素晴らしいボケ感出せてっていうのが個人的にすごい気に入りました。このレンズの紹介っていうのも別の動画でやろうかな。このね α6600 とシグマの 16mmF1.4 この組み合わせでしばらくいけちゃいそうな気がしますね。あと買うとしたら望遠レンズですかね。何かね、もし皆さんカメラ詳しい方、望遠レンズ何かおすすめあればぜひ教えてください。はい、そういったわけで今日は α6600 の紹介をさせていただきました。何か気になることとか検証してほしいことなどなどございましたらコメントをお寄せください。今後も他にもカメラとかガジェットとかのレビューをしていきますので、よろしければチャンネル登録をしてお待ちください。本日もご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったなと思われた方はグッドボタンをお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。